これからプレイする予定の人は、ブラウザバック推奨です。クロノアーク。集大成。この形式のデッキ紹介シリーズは、とりあえず今回で一区切りです。なので最終回にふさわしい、集大成と呼べるデッキをご紹介します。今までに活躍したことのあるギミック同士の、夢のコラボレーション。早速紹介へ、GO！今回のデッキは、以前投稿した2つのデッキを融合させて、さらに魔改造したものだ。赤木の主張が強すぎる。この2つの詳しい説明は省きます。もしまだご覧になっていない場合は、先にご視聴いただけると、今回のデッキがわかりやすくなります。一応、簡単なおさらいだけしておくわね。こっちのデッキは、ナール班の最大体力をバフして、メインアタッカー運用するもの。トロイの木馬のキャントリップで、攻撃しつつドローできるのも強かったな。そんで赤木のドーピングデッキだが、大量のバフをかけまくって、自爆治癒ドローンで大ダメージを出す、というコンセプトだ。自爆治癒ドローンで全体回復もできるから、攻防一体の強いデッキだった。このように、両方ともバフを積んで殴る、という同じ戦法なので、簡単に組み合わせることができるのです。ただ一つだけ、残念なことがある。以前はこのイノセントアーマーで、無限にバフを延長できたんだが、ナーフが入っちまった。延長が一度しかできなくなったから、何枚重ね掛けしようが、1ターンしか伸ばせなくなった。このデッキにはかなり痛い弱体化ね。ご安心ください。その弱体化を補ってあまりある、チート級のギミックを投入します。チート級か、大きく出たな。誰かの仮面。攻撃力、治癒力、最大体力が大きく上昇。そしてメインとなるのが次の効果。この仮面を装備したキャラの固定能力は、他のメンバーが最後に使用したスキルになる。こんな感じで、どんどん固定能力が変化する。レアスキルだろうが、問答無用でコピー可能だ。ただし、固定能力は2ターンに1度しか使用できない。その制限は受けてしまうわ。つまり誰かの仮面は、2ターンに1度。味方のスキルをコピーできる。ってことだな。これのどこがチートなんだ？この装備を、とあるキャラに装備させると、革命が起こります。ヨハンのパッシブスキル、射撃術の効果は2つ。固定能力を近距離射撃で固定する。これは、プレイヤーの操作では、変更できないわ。そして2つ目、手札から1コスト以上のスキルを使った時、固定能力の使用権が回復する。つまり、本来は2ターンに1回だけ使えるはずの固定能力を、何度でも使えるわけだ。まさか、ヨハンが誰かの仮面を装備したら、ご明察。固定能力を近距離射撃で固定する、という効果を貫通し、何度でも味方の能力をコピーできる、チート級の化け物が誕生します。本当にチート級だった。つまりマナさえあれば、あらゆるスキルが2回発動になる感じね。甘いですよ。今回のコンセプトをお忘れですか？バフに特化してる、だっけ？ヨハン最強のバフ、蜃気楼。固定能力が2回発動する。なるほど。コピーしたスキルが2回発動するから、味方のあらゆるスキルが3回発動になるってわけだ。文句なしの、チート級ギミックだ。また、このギミックは固定能力を多用するため、手札が余りやすく、マナが枯渇します。なので、ルシーの初期スキルはショーダウンではなく、馬車を採用、手札を減らせる、マナを確定で回復できる、オーバーチャージを解除できる、以上の全てが、今回のデッキに噛み合ってるぜ。説明は以上です。おそらく、このチャンネル史上最強のデッキ。少し上振れが過ぎた感じもあるけど、最終回にはふさわしいな。それで、最終回の対戦相手はもちろん、ラスボスよね？はい。目覚めたばかりのこの世界の支配者。プログラムマスター。馬鹿げた体力と馬鹿げた火力、アザールが絡めて最強というなら、こちらは完全な超能筋だ。手早く倒さないと、どんどん力を取り戻してしまう。こっちのバフが切れる前に、決着をつけるぞ。以上、決戦の知恵。まずは活力のスクロール、結果はホールド。いきなり諦めるなるし、さよなら手札。パレードタンクよろしく、開幕全体攻撃だ。一定。力を取り戻すたびに、この火力が上がっていく。早めに蹴りをつけたいな。まずは、ギャンブラードローを生かした、超高速のデッキポリ。俺でなきゃ見逃しちゃうね。まずは1ターン目、全力でバフを積むわ。それと同時に、手札を2コストで埋め尽くします。なんで ?2 ターン目までのお楽しみ。お、一致団結が来たな。蜃気楼も使って、固定能力に2回発動を与えた。転びで、デッキからバフカードを2枚サーチ。回復の蒸気と、体力増強シップ。これらも2コストですが、このターンに使います。あ、今ちらっと総攻撃が見えたな。手札の最大コストのカードを全て使用する。テンペストは次のターン、2コストになるから、総攻撃で、手札を全部ぶっ放せるな。
そしてこれが、今回の目玉ギミック。トロイの木馬を2回コピー、合計3ドロー。そりゃ手札に困らないわけだ。以前の無敵艦隊の弱点を克服してる。1コスト以上のスキルを使用して、固定能力の使用権が回復。ヨハンぶっ壊れモードだ。あらかたバフをかけ終わったので、2ターン目からはガンガン行きますよ。総攻撃を生かすために、手札を2コストで埋め尽くすんだったわね。そのためにはドローしまくらなきゃな。またコピーしたトロイに連打できるぞ。これマジで強すぎんだろ。27ダメージ出てるし。ルシーちゃんの激化自撮り、参ります。かわいすぎんだろ。なんか変な人いたけど。ただのブロリーだ。気にするな。サイヤ人も見てます。サイヤ人も黒のアークやるんだ。うわ、凍結か。スキルを1枚没収されるぞ。消去法でナール班かな。仕方ないわね。これ気絶なのか？疑惑の判定。気絶するたびに呼び出される西川くん。お世話になってます。よし、行くぞお前ら。総攻撃、テンペストにドロースキル、前方守備、そして自爆チードローン3枚。合同すら吹き飛ばした火力、受けてみろ。追撃開始。今回は、ドローンだけじゃない。予言の少女がついてるぜ。たたきれい。かっけー。完全に飛翔超えちゃってる。だが、ドローン3連打とルシーの猛攻。これらを受けてなお、半分以上体力を残してやがる。これで目覚めたばかりなんだろ。強くなっちまう前に、倒しきろうぜ。ゼノジーバと同じね。お前モンハン好きすぎんだろ。飲み薬で時間停止を解除。飲み薬で解除できる神の力って何？ナール班のメインスキルだ。70ダメージオーバー。タンクの火力とは思えない。さらにテンペストで追撃。音が気持ちいい。マスターのかけらが4つ、マナを確保できるな。次のターンがバフのタイムリミット。決着をつけましょう。青バラの抽選はどうだ？火星とは当たりだけど。もうすぐマスターの第2形態。ちょっと、ね。危険生物発見で、敵に盾がついちまう。このためにさっきのターン、ナール班にスキルを使わせました。ナール班のスキルなら貫通できるな。ナイトメアシンドローム2連打。当たり前のように100ダメージ超えだな。追撃も入った。このままなら押し切れ。この運命からは、逃れられないのか。忘れるな、このアイアンハートを。覚悟が決まりすぎてる。すまねえ、あとは任せろ。アイアンハートを。ダーケストダンジョンといい、ローグライクのラスボスは確定除去持ちが多い。バフの数で力が変わるこのデッキにとって、欠員は何よりも痛い攻撃ね。ここからはもう小細工なしだ。チート級のギミックで削り切ってやる。調査団の仲間たちもいる。勝てるわ。ヨハン、ナールハン、ジョイ、そしてアイアンハート。男しかいねえじゃん。解散。台なし。でも黒のアークって、浮いた話が少ないのよね。ジョイとネルランくらいでは、ヘインとチェーンに期待だ。破壊が来る。問題ないぜ。つかねえな。アイアンハートのお切り上げだ。トロイに連打をお返ししましょう。またデッキシャッフル。もう3巡目。デッキ掘り性能が極悪だ。衰弱スモークで、また固定能力を回復。精神衝撃。精神衝撃。あらゆるスキルが3連打になる。これほど強力なギミックはそうないでしょう。オーバーチャージを逆手にとって、1コストトロイで固定能力を回復。そしてこのデッキのアタッカーは、モンストリール。自爆チードローン。当然、ヨハンの固定能力も自爆チードローンになった。手持ちにあるホールポーション、あれを2つともヨハンに使えば、ヘルショットが手に入るだろうな。リーサル間近ってわけだ。さあ、ヨハンの自爆チルドローン、2連打。トリーシャの時は3ダメージだったけど、ヨハンだと結構入るわね。誰かの仮面と、あと対局の指輪かな。アタッカーだと、地味力アップが無駄になりがちだからな。その点でもこのデッキとは相性がいい。連打してるだけなので、2つある今後の方針のうち、1つをお伝えします。メインストーリー、調査団員との絆ストーリーなどを、できるだけ見やすくした形で、アップロードしていきます。読み上げボイスもつけて、再生リストで図鑑みたいにまとめる予定。ヘルショット。ヨハンの最大打点スキル。マナポーションでオーバーチャージ解除。さらに、追加のポーションで手札を増強。干渉だぜ、マスター。眠るがいい、とこしえに。勝った。欠員は出たけど、他メンバーは無傷。へへ、意外と大したことなかったな。アークを完全に攻略したわけだ。もう、ここにいる意味はないよな。そうですね、記憶データたちの伝送とともに、私たちもアークを出て、次の世界に行きましょう。エラーを起こした記憶データは、どう嫌な予なってしまったの？感はしたが、最悪の形で当たったな。このフーズは黒い霧に飲まれてる。知らぬ以上かもしれない。お前ヒーラーだろ。どんな火力してんだ。まさか、もう耐えられねえぞ。うわ美しい女性。でもそう、現在で何もできない。やれば可愛いもんだろ。連敗して、うわー、化け物かこいつは。耐えられるわけないだろこんなの。なんだよこの場所は。知る。戦
戦うしか、ないんだな。